新しいホイールが欲しい。でも、どれを買ったらいいかわからない。と、悩んでいませんか？仲間に聞いても、軽い方がいいよ。ハイトが高いディープリムの方がスピードが出ていいよ。など、人によってアドバイスは様々です。今回は、どのリムハイトが自分には合っているのか、どれを買えばいいのか、悩んでいるあなたのために、ハイト違いのホイールの速さの比較テストをしてみますので、一つの参考として見ていただければいいなと思います。比較に使用するホイールは人気が出てきているネペストマウイ35、マウイ50です。マウイ35は重量 1235g と超軽量でリムハイトは 35mm です。ヒルクライムでの軽快な走りやハンドリングの軽さが特徴のホイールです。前回の動画で詳しく説明していますので、まだ見てない方はそちらをチェックしてください。そしてマウイ50は 50mm ハイトのエアロダイナミクスに優れていて、速いスピードで進化を発揮するホイールなのですが、重量は 1315g と一般的な 50mm のホイールと比べるとかなり軽く仕上がっています。どちらもセラミックベアリング、カーボンスポーク、塗装をしないペイントレス、レーザーでのブランドロゴを入れています。ブランドロゴはリニューアルされていて新しいロゴとなっています。あなたはどちらが好きですか？ハイトとロゴ以外に大きな違いはなく、ペイントレス、そして軽量、革新的なホイールとなっています。ワールドベスト。テストの方法ですが、なるべくホイールの性能の違いだけを抽出したいので、それ以外の条件はできる限り同じにします。タイヤとチューブは同じモデルで、重量もなるべく近くなるように全て計測してバランスを取ります。その他の空気圧やスプロケット、ローターなども同じにします。回転抵抗が変わらないようにホイールを締め付けるトルクも同じにします。その他の細かい条件は概要欄に書いておきますので、そちらから確認してください。それだけやっても一番タイムに影響しそうなのは乗車姿勢なんじゃないか。と、その通りです。肘の曲げ具合で空気抵抗が変わってしまいますので、今回はワールドベスト肘固定装具をつけて行います。コースは平地、5% の緩い上り、10% のきつい上りの3つのコースでテストします。そして走るパワーは富士ヒルに例えると分かりやすい人が多いと思うので、ブロンズ約 3.2 倍、シルバー約 4.2 倍相当のワットを目指してテストをします。それでは、いってらっしゃい。バットをコントロールするのがね、難しいね。じゃあ 50mm180W ブロンズレベルいくぜ。はい。あ、すげえ縦に硬いね、このホイールは。めちゃめちゃ縦に硬いわ。進む感じはする。すげえ。あー、速いかも。あー、巡航は明らかに楽だね。明らかに。はい。向かい風でもね、スピード落ちないです。だからハンドルはね、すごい取られる。ハンドルめっちゃ取られるね、これ。
180ワット。ブロンズ、あ、2周で10秒。いやでも10秒違う。まあね、逃げで10秒って相当っす。いやでも体感全然違う、スピードが。じゃあ次シルバーの、50ミリスタート。ちゃいます。疲れた。いやこの感じだとさ、緩い登りとさきつい登りどういう結果になると思う？なんか 5% だったらあんまタイム変わんないんじゃないかなと思うんだよね。確かにそうっすね。でも50のシルバーワットだと最速変わりそうっすけどね。50のシルバーが一番速くて、あとはあんま変わんないみたいな。だと思いますね。そんな感じですね。10% の差がだったら10% 差があったら35度じゃないですか。どっちもシルバーワットもブロンズワットも、そんな感じがするよね。空力の恩恵がってなるとちょっと微妙そうっすね。そんな感じはする。軽さのアドバンテージの方が大きそうじゃないですか、5%は。ワールドベスト。やっぱ勾配がちょっと出てくると少し重さ感じるかな。
軽いですね。あ、軽い。まあ、軽いけどね、速いかどうかだよね、これが。乗り心地がいい。足に来ない。はい。やっぱ緩いとこはいいね。スピードが出る。はい。あ、きつい。きついよ。スタート。はい。いくよ。3、2、1。はい。ブロンズ50ミリ。3、2、1。なるほど。重いけどね、縦に硬いから、なんだろう、踏み抜けない感じはしないから。硬いから、変な重ったるい感じにはならないかな。足にまとわりつくような感じの。踏み抜ける感じ。で、僕の体重でも、そう感じるから。体重ある人なんかね、あんまり感触悪くないんじゃないかな、この硬い感じが。逆に。結構前に進みますね。まだそんなめちゃめちゃ重さは感じない。こっからねきつくなるから、こっからどうかね、スピードもしてくるから。ギアがあればそんな不快じゃない。はい、はい、産後 10% シルバー。3、2、1。はい。はい、シルバーいきます。3、2、1。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした？いや、きつかった。マジできつかった。もうね、かなり走ったからね。かなり走ったよね。かなり走りましたね。手も動かなくなっちゃったし。もう毎回きつそうでしたもん。本当に。手も動かなくなっちゃったしね。
もともとね、これつけてるからね。骨折してる人に。これね、すごい本当に効果あった。いやマジで疲れたわ。50ミリと35ミリ。でもね、面白いね結果になったんじゃないでしょうか。ワールドベスト。結果を見ていきましょう。まずは平地です。ブロンズライダーは35ミリ、189ワット、6分11秒。50ミリ、187ワット、6分1秒。シルバーライダーは35ミリ、224ワット、5分48秒。50ミリ、224ワット、5分40秒。ブロンズの方は50ミリの方がパワーが2ワット低いにもかかわらず速かったです。そしてシルバーの方は同じ224ワットでタイムは8秒変わりました。だいたいこれブロンズもシルバーもなんですけども8から10秒ぐらいの差となります。距離にすると3キロで約100メートルぐらいの差があります。これは大きな差ではないでしょうか。続いて 5% の緩い上りではブロンズライダーが50ミリ、198ワット、7分54秒。35ミリ、199ワット、7分58秒。シルバーライダーは50ミリ、232ワット、7分2秒。35ミリ、236ワット、6分57秒。と、ブロンズに関しては、50ミリが35ミリに対して、1ワット少ないパワーにもかかわらず4秒速いという結果になりました。シルバーライダーは35ミリの方が5秒速い結果となりましたが、パワーがですね、4ワット高かったので、同じワットで走ったらほとんどタイムに差はないのではないでしょうか。最後に 10% のきつい上りです。軽量がどれだけ速いかちょっと期待したんですけれども、結果はブロンズライダー50ミリが193ワット3分30秒。35ミリが193ワット3分33秒。シルバーライダーは232ワット2分57秒。35ミリ235ワット2分53秒。と、ブロンズは同じワットで50ミリが3秒速かったです。シルバーは35ミリが4秒速い結果となったんですけれども、パワーが3ワット高かったので、同じワットで走ったらほとんどタイムに差はないんじゃないでしょうか。以上のことより、今回のテストでは平地では50ミリが明らかに速くて、5% の緩い上りと 10% のきつい上りでは速さがほとんど変わらないという結果になりました。シンプルに速さだけを追求するなら50ミリの方が速いという結果になったんですが、だからといって50ミリが完璧なわけではなかったです。これはライド中にも少し喋っていたんですけれども、感覚の違いっていうのがすごく大きかったです。リムハイドが高いとやはり横風の影響を受けやすくて、ハンドルを取られてしまうっていう場面が多かったです。で、映像にはないんですけれども、もちろん登ったらね、下りがあるので、下り坂ね、何回も下ってたんですけれども、やっぱりね、35ミリと比べると50ミリは直進性がね、高いのか、ちょっとね、同じように行こうとすると膨らんでしまうっていう感じがあって、ちょっと怖かったです。で、やっぱり35ミリは横風の影響が少なくて、ハンドルが取られにくい、乗り心地がいいっていうのはありました。で、今回はダンシングしなかったんですけども、普段使ってる感じだとね、やっぱりダンシングの振りの軽さ、振りやすさっていうのは35ミリの方がやっぱり良かったですね。ワールドベスト。まとめますと、50の方は合成が高いのが好き。とにかくスピード出したいっていう人に向いてると思います。35ミリはロングライド、車体の振りの軽さ、ペダリングでね、リズムを取りたいっていう人に向いてると思います。TADA。ただ、一つ注意しないといけないのがあって、ネペストの場合ですね、これ50ミリでも 1315g とかなり軽い上に合成もめちゃめちゃ高いです。ライトウェイトのホイール乗ったことある人だったらわかるかもしれないんですけども、ライトウェイトのホイール並みに合成があってパワーロスが少ないです。ですので、他のメーカーの50ミリと比べたら、上りは速い可能性があります。で、実際に乗っていても、これよりも少しでもね、合成が低かったり、重くなったりしたら、遅くなっちゃうんじゃないかなっていう感覚はありました。とにかく合成の塊なので、合成高いのが苦手な人は35の方がいいです。50は絶対にやめてください。ただ最近流行ってるショートクランクでケイデンスを上げて回すようなペダリングをしているなら相性はいいと思います。
繰り返しになりますが、注意しないといけないのが、これはネペストの結果であって、他の 50mm のホイールだと同じようにはいかないんじゃないかなと思いました。この動画のいいねやコメントが多かったら、違う機材でもやってみようかなとは思ってます。また、このホイールはサイクルモードライド大阪で試乗ができますので、気になる方は概要欄の方から今すぐ予約をしてください。また前回上げた動画で多くの人がホイールを購入してくれています。ありがとうございます。これから購入する方も、ワールドベストとクーポンコードを入れると割引価格で買うこともできますので、ぜひそちらもご利用ください。製品は PL4 の対象にもなっているので安心感もありますし、もっと詳しく知りたいなっていう方は以前の動画を見てください。また、今あなたが使っているホイールのハイトと気に入っている点、そうでない点、ぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。